本人でも今、税金が上がったり、それから高額所得者でものすごいお金持ちの人というのは、年々増えているそうです。そしてそうした、超大金持ち、10億円20億円持ってるより上の人は、特に IT 企業の40代30代から40代、以上の人が多いみたいですが、シンガポールに、移住する人がここ5年ぐらいの間にとても多かったという話を聞いています。で、私がシンガポールから帰ってくる時に飛行機の隣同士に隣り合わせた人が昔の知人の知人だったんですが、その人も今シンガポールで、子供をインターナショナルスクールに通わせていると。そしてもちろんそのみんなが顔を見合わせる場所というのはカジノだそうです。カジノで遊ぶのが唯一の仕事みたいなお金持ちなんでしょうけれども、奥様方は何をしているかっていうと、子供がインターナショナルスクールに行ってる間暇だから、ホテルのラウンジに行ってみんなでおしゃべりする、それからランチを食べる、でお買い物をして、それから夕食を家帰ってきて作ると。で旦那様の方は、自宅でパソコンを睨みながら独立系で仕事をしてたり、投資業だから、投資業っていうのは、配当をもらう仕事だからあんまり仕事をする必要がないという意味でもあると思いますが、そんな感じです。けれども、子供や妻に、税金を55% も払わなくて、シンガポールにいれば全部子供や奥さんに、遺産を残せるからという理由で日本を離れて5年以上で、妻も子供も同じくそのシンガポールに、移動して、それ住民税を日本に払わない、ようになれば、無事に5年以上いればその時に相続を完了してしまうと、あとは日本に帰ってきても大丈夫というふうなことらしいのですが、その5年が日本人の場合は耐えられないという話で、みんな悩みきってるということです。早く帰りたいな。なぜならば、向こうで、やれる遊びというのはゴルフしかありません。で、女の人はショッピング、ファッション、ネイル、ヘアケア、美容の話、女性誌、など、それにゴシップですね、結構たくさんあるし、DVD を日本初のものを借りてきたりして一生懸命シリーズの、韓国ドラマだとか日本のドラマを繰り返し見ることで、おしゃべりは結構それなりに花が開く。でも日本人同士しかつるまないので、いつまでたっても英語を覚えないお母さんたちだそうです。だから意外とネガティブな、悪口のオンパレードになってしまうということも聞きました。けれども男の人はそんなに群れることがありません。したがって、何をするかというと、日本食が恋しくなって日本食のスーパーに毎日買い物に行く。そしてそこで、お刺身だとか、サンマの塩焼きの材料などを一生懸命物色するわけですが、そこに行くと男性群がみんな目が合ってしまうと、みんな知ってる人同士で「あ、また会ったね」みたいな、そういうふうな話らしいです。でもわびしいですよね。一体なぜと思いませんか。要するに日本人の場合は、日本が好きなんでしょうね。日本を見捨てると言っても、見捨てたつもりで行ってみたけど思ったほど変化がない、思ったよりも狭い、思ったよりも単調で、遊びというのもカジノの遊びにしても何にしても、あんな狭い国土の中で式もなければすぐ飽きるのは行かないうちから分かるんじゃないかと思うんですが、それでもやはりお金に執着する人は行ってしまうわけです。そこに日本人の遺伝子が、海外に行けば行くほど血が騒いで、1年もするともううんざり、2年もすると絶望的、3年いたらどうしよう、でも今更日本にお金を持って帰れるかというと、またそこで悩ましいというですね、とても、大きな、選択を迫られるということになるわけでしょうね。秋のシーズン、お花見だとかお月見だとかもみじ狩りだとか温泉だとかおいしいものもあふれたこの日本の秋を、私たちがさりげなく当たり前に味わってるのにもかかわらず、スーパーリッチなセレブの人たちはその一方でとても悲しい深い憂いを持ってハムレットのように悩んでいるということだそうですが、それは分かるような気がするけれども、
そこまでお金に執着してもダメでしょと、江戸っ子を見習いなよって改めてそれを聞くごとにですね思ってしまいます。日本人でよかった、大金持ちじゃなくてよかったなっていうふうな感想を秋になると改めて持ってしまいます。